皆さんごきげんよう、上川薫です。今回取り上げる話題は、能登半島地震が起きて多くの人々が被災しました。これに関連して中国のテレビアナウンサーが、日頃の行いが悪いから日本は報いを受けたのだといったような発言をしたことから、これが中国、日本どちらにおいても話題となりました。そのことについて前回お伝えしたのですが、その時はまだ停職処分が下されていただけでした。その後、このアナウンサーがどのようなことになったのか、続報をお伝えしようと思います。日本の地震は報い、中国アナウンサー、仕事を失い、800万人のフォロワー得る。日本で新年初日に大地震が発生したことを因果応報だと話し、放送局を解雇された中国官営テレビのアナウンサーが、ソーシャルメディアで800万人フォロワーを確保するなど、人気を呼んでいる。冒頭部分から出てきましたが、この問題アナウンサー、中国で仕事を失いました。現地メディアが伝えたところによると、海南テレビの小帝国、シャオ・チェンハオアナウンサーは、日本でマグニチュード 7.6 の地震が発生した1日、ウェイボーと TikTok に動画を上げ、報いが来たのか、マグニチュード 7.4 の地震が日本を強打。新年初日にこのような大きな天災地変が発生したので、2024年は日本全体が暗雲に包まれるだろう。日本は核汚染水を海に放流してはならないと付け加えた。この動画が SNS を通じて拡散し話題になると、海南テレビは翌日に少々停職処分とし、後に解雇処分した。海南テレビは海南ラジオと海南放送の合併により2001年に設立された海南省直属の官営放送メディアだ。中国の名門復旦大学出身の少子は海南テレビの総合ニュースと中国最大の名節である春節特集バラエティショーの進行を務めるなど同局の看板アナウンサーとして活躍した。 TikTok のフォロワーは100万人だった。しかし解雇後に彼の TikTok のフォロワーは5日には821万人に急増し、3億1000万人がいいねを押した。また、彼のアカウントには応援のコメントが相次いで寄せられている。私が TikTok のアカウントをチェックしに行くと、フォロワーは835万人にまで増加していました。あるネットユーザーは、放送局はあなたを望まないが、私たちは TikTok で活動を続けられる。あなたを支持すると書き込み、別のネットユーザーは若干の議論もあるが彼の発言は正しかったし中国人の気持ちを代弁したと書いた。一部メディアも少なくないネットユーザーが日本の核汚染水海洋放流後に地震が発生したのは天動輪廻、循環する自然の法則であり報いと感じているとして少子の肩を持つような論調を維持した。彼が仕事を失ったのは彼の発言による報いでしょう。一方において彼が報いだとして日本を嘲笑った話については、そもそも中国政府が進める福島原発の処理水放出に関して反対している。いわゆる核汚染水を流すなというあからさまに科学的ではない間違った批判を彼自身も行っていて、その延長線上で核汚染水を放出する日本がその日頃の行いの悪さから報いを受けたのだという論理展開を行っていました。ですから今回の発言それ以前においては中国政府の掲げている日本批判をそのまま踏襲しインターネットユーザーからは支持されていた人物だったのです。しかし今回の一件で地震の件に関しては中国政府と見解が異なることとなりました。なぜそのようにして中国政府との見解が分かれてしまったかといえば、地震は日本だけで起こるわけではありません。世界中でも起こりますし、中国でも地震は発生します。そして地震のエネルギーを示すマグニチュードなのですが、日本で起こる地震よりも中国で起こる地震の方がマグニチュードとしては低いにもかかわらず、犠牲者数は多くなる傾向があります。これは耐震基準といったものが日本よりも緩い上に、そもそも手抜き工事といったものがたくさんの場所で行われているがために、例えば鉄筋コンクリート作りだったと思ったんだけれども、実際にはその中身がスカスカで、いわゆる手抜き工事のために大して揺れていないにもかかわらず、公共施設、学校などが崩壊し、たくさんの子供が亡くなってしまうなどといったことも中国では発生しています。そうした意味では中国で発生した地震は一体何に対する報いなのかという具合にして、自分の放った言葉がそのまま中国の事情にも当てはまることとなります。それはつまり報いというのは習近平政治の報いとして地震が起こったのかみたいな批判へと転換されることが中国政府としては容認できない話なのです。
しかし、先ほども述べたように、これまで中国政府の言っていた日本批判をそのまま踏襲していた彼の発言、今回の件だけで仕事を失ったのは間違った措置だとして、インターネットユーザーからは彼の意見が正しいという声が上がったのです。だからこそ彼の発信している TikTok はユーザーのフォロワーが激増したというのです。ただ、記事の中では100万人から800万人へと増加していると書いていますが、他の記事においては、いやいや、ある程度もともと人気があって、600万人から800万人に増えたといった具合にして、もうちょっと増加率は低いといった指摘などもあります。もともとが100万人なのか600万人なのかちょっとは確認はできませんでした。何にしても、インターネット上では、彼を解雇した海南テレビに対して、彼の発言は正しくて、解雇したテレビ局の方こそ間違いだといった意見が多いからこそ、彼の TikTok アカウントのフォロワーは増えたのでしょう。そして仕事を失ったことそれ自体は彼の間違った発言による報いであることは明らかなのですが、残念ながらこれだけの数のフォロワーがいると、彼自身が何か物を売ったりサービスを売る、例えば彼自身の反日活動を支えるために多くの人たちにカンパを求めた場合、十分な額が集まる可能性があります。そうした意味では、中国においては反日というのはビジネスとして十分成り立つ素地があるということです。そして中国の戦狼外交、海外に対する批判的な姿勢、そして日本は特に反発反論が弱いことから、いくら叩いても構わないと中国側は思っています。例えば、日本の自衛隊の防衛予算は、これまでずっと変わらなかったのですが、ようやくここに来て5兆円の枠をはみ出して増加することが決まりました。中国はこの防衛予算の増加を日本の軍国主義の復活である、そして日本が周辺国家に対して軍事的な圧力を高めるためだと批判を始めています。中国の軍拡は2000年に入ったあたりからずっと継続して行われており、一方で日本は2000年に入ってからずっと防衛予算は横ばいでした。軍拡をし続ける中国がここに来て日本を批判するというのは私は全く間違いだと思っていますが、これに呼応するように日本国内においても防衛予算が増えることに対して批判的な意見というのも残念ながらそれなりの数います。しかし、こうした防衛予算増額に関して否定している人たちというのは、中国のような安全保障問題は海外を見なければならないといった基本原則を完全に無視している人たちであり、中国の批判に惑わされないようにしなければなりません。このような中国に日本はまずは守りを固めるためにも、対スパイの本格的な法律、それを実施するための諜報機関、そういった日本の中だけではなく世界と向き合った中での必要な法整備などを進める必要があるでしょう。中国の反日姿勢そのものは戦狼外交という基本戦略がある以上、これからも継続して行われることであり、日本に対して不当な批判をする人物というのは中国ではこれからも続くことでしょう。それでは今回の動画はここまで。最後までご視聴いただきありがとうございました。チャンネル登録していない方はぜひともチャンネル登録していってください。そして動画を見終わったら評価ボタンのクリックをぜひともよろしくお願いします。それでは次の動画でまたお目にかかりましょう。またね。